トークトークイルボの日本語。日本神話天岩戸。黄泉の国から生還したイザナギが水辺で体を洗い清めたとき、たくさんの神様が生まれました。そして最後に顔を洗ったとき、イザナギの左目からアマテラス大神が、右目からはツクヨミの御事が、鼻からはスサノオの御事が生まれました。イザナギはあるとき、3人の子を呼んで言いました。姉のアマテラスは天の国を治めよ。兄のツクヨミは夜の国。弟のスサノオは海を治めるように。アマテラスは太陽の神として、ツクヨミは月の神として、それぞれの国を治めました。ところがスサノオは大きな体で暴れてはいたずらばかりしていました。黄泉の国にいるお母さんに会いたいよ。父のイザナギは腹を立てました。なんと情けない。お前のような男は天の国から出ていくがよい。そこでスサノオは姉のアマテラスにお別れの挨拶をしてから黄泉の国に旅立とうと高間の原に行きました。アマテラスはスサノオに優しい言葉をかけてやりました。するとスサノオは出ていくどころか、田んぼをめちゃめちゃにしたり、他の神様の家を壊したりとやりたい放題。呆れた神様たちがアマテラスに言うと、優しいアマテラスは、あの子にはきっと何か考えがあるのです。許してあげましょうといつも弟をかばうのでした。ますます調子に乗ったスサノオはある日、皮を剥いだ馬をアマテラスの機織り小屋に投げ込みました。すると機織り娘の一人が怪我をして死んでしまったのです。これにはアマテラスも怒りました。あまりにも我慢ができなくなったアマテラスは、もう弟のことなど知らないと、天岩戸という洞窟に入り、大きな岩で戸を閉めてしまったのです。太陽の神、アマテラスが隠れてしまったため、天の国は真っ暗。朝日は昇らず、毎日が夜です。すると、災いの神が悪さをするようになり、国はどんどん荒れていきました。なんとかしてアマテラスに出てきてもらわねばなりません。天の国の神様たちが集まってどうしたらよいか相談しました。まずよく鳴く鶏を岩戸の前に集めて鳴かせました。それから踊りのうまい女神が踊り始めます。神様たちは拍手喝采し大にぎわい。岩戸の外から笑い声が聞こえたアマテラスは、外は暗いのにどうしたのかしらと不思議に思い、ほんの少し戸を開けて外を覗いてみました。すると踊りの女神が、あなたよりもっと立派な神様が現れたので、こうしてお祝いをしているのですよと言って、アマテラスに鏡を見せました。アマテラスは鏡に映っているのが自分の顔だと全く気づきませんでした。うわあ、この方がもっと偉い神様なのね。鏡に映った自分の姿をもっと偉い神様だと思ったアマテラスは、その顔をもっとよく見ようと出てきたところ、一番力持ちの神様が戸をぐっと開き、アマテラスの手を握って外に連れ出しました。すべてがパーッと明るくなりました。災いの神は逃げていき、天の国に平和が戻ってきたのです。神様たちは喜び合いました。スサノオは罰としてひげを切られ、手足の爪を剥がされて、天の国から追い出されたということです。おしまい。日本神話天岩戸。黄泉の国から生還したイザナギが
水辺で体を洗い清めたとき、たくさんの神様が生まれました。そして最後に顔を洗ったとき、イザナギの左目からアマテラス大神が、右目からはつくよみの御事が、鼻からはスサノオの御事が生まれました。イザナギはあるとき、3人の子を呼んで言いました。姉のアマテラスは天の国を治めよ。兄のつくよみは夜の国。弟のスサノオは海を治めるように。アマテラスは太陽の神として、つくよみは月の神として、それぞれの国を治めました。ところがスサノオは大きな体で暴れてはいたずらばかりしていました。黄泉の国にいるお母さんに会いたいよ。父のイザナギは腹を立てました。なんと情けない。お前のような男は天の国から出ていくがよい。そこでスサノオは姉のアマテラスにお別れの挨拶をしてから黄泉の国に旅立とうと高間の原に行きました。アマテラスはスサノオに優しい言葉をかけてやりました。するとスサノオは出ていくどころか、田んぼをめちゃめちゃにしたり、他の神様の家を壊したりとやりたい放題。呆れた神様たちがアマテラスに言うと、優しいアマテラスは、あの子にはきっと何か考えがあるのです。許してあげましょうといつも弟をかばうのでした。ますます調子に乗ったスサノオは、ある日皮を剥いだ馬をアマテラスの機織り小屋に投げ込みました。すると機織り娘の一人が怪我をして死んでしまったのです。これにはアマテラスも怒りました。あまりにも我慢ができなくなったアマテラスは、もう弟のことなど知らないと、天の岩戸という洞窟に入り、大きな岩で戸を閉めてしまったのです。太陽の神アマテラスが隠れてしまったため、天の国は真っ暗。朝日は昇らず、毎日が夜です。すると災いの神が悪さをするようになり、国はどんどん荒れていきました。なんとかしてアマテラスに出てきてもらわねばなりません。天の国の神様たちが集まってどうしたらよいか相談しました。まずよく鳴く鶏を岩戸の前に集めて鳴かせました。それから踊りのうまい女神が踊り始めます。神様たちは拍手喝采し大にぎわい。岩戸の外から笑い声が聞こえたアマテラスは、外は暗いのにどうしたのかしらと不思議に思い、ほんの少し戸を開けて外を覗いてみました。すると踊りの女神が、あなたよりもっと立派な神様が現れたので、こうしてお祝いをしているのですよと言って、アマテラスに鏡を見せました。アマテラスは鏡に映っているのが自分の顔だと全く気づきませんでした。うわあ、この方がもっと偉い神様なのね。鏡に映った自分の姿をもっと偉い神様だと思ったアマテラスは、その顔をもっとよく見ようと出てきたところ、一番力持ちの神様が戸をぐっと開き、アマテラスの手を握って外に連れ出しました。すべてがパーッと明るくなりました。災いの神は逃げていき、天の国に平和が戻ってきたのです。神様たちは喜び合いました。スサノオは罰としてひげを切られ、手足の爪を剥がされて、天の国から追い出されたということです。おしまい。日本神話天の岩戸。黄泉の国から生還したイザナギが水辺で体を洗い清めたとき、たくさんの神様が生まれました。そして最後に顔を洗ったとき、イザナギの左目からアマテラス大神が、
右目からはつくよみのみことが、鼻からはスサノオのみことが生まれました。イザナギはある時、三人の子を呼んで言いました。姉のアマテラスは天の国を治めよ。兄のつくよみは夜の国。弟のスサノオは海を治めるように。アマテラスは太陽の神として、つくよみは月の神として、それぞれの国を治めました。ところがスサノオは大きな体で暴れてはいたずらばかりしていました。黄泉の国にいるお母さんに会いたいよ。父のイザナギは腹を立てました。なんと情けない。お前のような男は天の国から出ていくがよい。そこでスサノオは姉のアマテラスにお別れの挨拶をしてから黄泉の国に旅立とうと高間の原に行きました。アマテラスはスサノオに優しい言葉をかけてやりました。するとスサノオは出ていくどころか、田んぼをめちゃめちゃにしたり、他の神様の家を壊したりとやりたい放題。呆れた神様たちがアマテラスに言うと、優しいアマテラスは、あの子にはきっと何か考えがあるのです。許してあげましょうといつも弟をかばうのでした。ますます調子に乗ったスサノオは、ある日皮を剥いだ馬をアマテラスの機織り小屋に投げ込みました。すると機織り娘の一人が怪我をして死んでしまったのです。これにはアマテラスも怒りました。あまりにも我慢ができなくなったアマテラスは、もう弟のことなど知らないと、天の岩戸という洞窟に入り、大きな岩で戸を閉めてしまったのです。太陽の神アマテラスが隠れてしまったため、天の国は真っ暗。朝日は昇らず、毎日が夜です。すると災いの神が悪さをするようになり、国はどんどん荒れていきました。なんとかしてアマテラスに出てきてもらわねばなりません。天の国の神様たちが集まってどうしたらよいか相談しました。まずよく鳴く鶏を岩戸の前に集めて鳴かせました。それから踊りのうまい女神が踊り始めます。神様たちは拍手喝采し大にぎわい。岩戸の外から笑い声が聞こえたアマテラスは、外は暗いのにどうしたのかしらと不思議に思い、ほんの少し戸を開けて外を覗いてみました。すると踊りの女神が、あなたよりもっと立派な神様が現れたので、こうしてお祝いをしているのですよと言って、アマテラスに鏡を見せました。アマテラスは鏡に映っているのが自分の顔だと全く気づきませんでした。うわあ、この方がもっと偉い神様なのね。鏡に映った自分の姿をもっと偉い神様だと思ったアマテラスは、その顔をもっとよく見ようと出てきたところ、一番力持ちの神様が戸をぐっと開き、アマテラスの手を握って外に連れ出しました。すべてがパーッと明るくなりました。災いの神は逃げていき、天の国に平和が戻ってきたのです。神様たちは喜び合いました。スサノオは罰としてひげを切られ、手足の爪を剥がされて、天の国から追い出されたということです。おしまい。いかがでしたか？今日もお疲れ様でした。楽しんでいただけたらいいね、チャンネル登録お願いします。